子供の人生を奪おうとか、子供の心を壊そうという悪意のある親など、一部の例外以外いません。ただ、自分を守ることに必死で子供を傷つけているのに気づかない。自分が人生に溺れているので子供を浮き輪にしてしまう。心が未成長のために子供を自分の甘えを満たす道具にしてしまう。自己中心的で子供の気持ちを理解しようとしない。心に問題を抱えているので人を愛せないという親は少なからず存在します。このような親のもとで育った人は親から悪影響を受けています。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルト・チルドレンの特徴はいろいろありますが、自己蔑視をしていて、その自分であることになんと話の罪悪感を持っているのも特徴の一つです。だから、あなたが悪かったわけではありませんということをいろいろな動画で伝えていますが、今日はそのようなことを踏まえた上で、親からの影響についてもう一度考えてみようと思います。このような育てられ方をすると、こうなる傾向にあるという話です。でも、もちろん全ての人がこうなるということではありません。また、この動画は、このように完璧に子育てしましょうという子育てマニュアルとは違います。アダルト・チルドレンは先に親との問題を終わらせないと子供との関係もうまくいきません。親との問題が片付くと自然と子供との問題もうまくいきやすくなります。なので、このチャンネルは対親をテーマにしています。対子供として見て完璧な子育てをしましょうというのがテーマではありません。我々は人間として生まれたので、大人になっても親になっても人間です。人間なので悪気はなくても子供に悪影響を与えてしまうこともあります。ましてや愛されて育っていない人だと一生懸命やっていても子供に悪影響を与えてしまう可能性が高くなります。なので自分はこれができていないという自己蔑視に使わないようにお願いします。では、親から受ける悪影響をいくつか見ていきましょう。自分の親に当てはまるものはないか考えながら見てください。一人で生きていける心理的な力のない親は、自分自身の不安や恐れを子供に投影し、子供を不安視したり、子供を同年代の子より頼りなく感じます。そこで出方はいろいろありますが、過度の心配性になって何でもかんでも子供を支配する親になったり、過保護になったり、過干渉になったりする親もいます。どのような出方をするにしても、根底にこの子は一人では上手に生きていけない。この子は何か問題を起こすのではないか、などのネガティブな思い込みがあるので、子供はその親の感じ方をきちんとメッセージとして受け取ります。こうなると子供は自分に自信が持てなくなるし、自分で決断する力や一人で力強く生きる力が育たないかもしれません。同じように病的に自己評価の低い親は自分を低く評価するのは当たり前ですが、当然自分の子供にも自信が持てません。子供がひどく劣っているように感じます。親がそのような目で子供を見ていると、子供の自己評価は低くなって当たり前です。また、
病的に自己評価の低い親は、周りの目が気になります。世間体が気になります。そこで、何やってるのだらしない。人様に見られたら恥ずかしいでしょう。みっともないからやめなさい。となります。このような親は、外に見せることが重要になっています。子供への愛より世間体を取り繕うことが優先されます。これでは子供はどんどん自信を失っていきます。次に、劣等感が強すぎる親です。このような親は子供に過度な期待をしたり、子供を使って自分の劣等感を晴らそうとすることがあります。例えば、子供を良い大学に行かせようと過度に厳しく勉強させたり、スポーツを厳しく教えたりするかもしれません。このような親は、子供のためと合理化しますが、本当は自分の劣等感を晴らすために子供を使わずにいられないんです。いられないのだから、愛とは真逆です。自分です。自分の劣等感だけが問題です。それ以外のことは考える余裕がないということです。よく病的な劣等感から子供を使って自分の劣等感を晴らす親は、条件付きの愛で育てていると言われますが、そんなことないです。条件付きの愛ではなくて、愛なしのこうしなさいです。自分勝手に子供を使う愛なしのこうしなさいの親は子供を褒めません。要求が高すぎるので褒められません。子供が自分の要求を超えてこないときは、自分の劣等感を晴らすことができなかったのだから、褒めるどころか怒りを感じます。そして、なんで勉強しないの？なんで言われた通りにしないんだ？なんでこんな成績しか取れないの？なんでこんなこともできないんだ？と子供を責めます。こうなると子供は、自分は頑張っても親に満足してもらえない存在と感じるようになり、劣等感を強める原因になります。これは認知の歪みです。また、このように、なんで勉強しないの？なんで言われた通りにしないの？なんでと責められて育った人は、優しい人がこちらの力になってくれようとして、例えば、なんでやらなかったんですかと聞かれると、責められていると感じるかもしれません。これも認知が歪んでしまっているということです。これだけ厳しく親の期待に応えることを要求されて育った人は、大人になっても自分に自信が持てないのはもちろんですが、それ以外にも常に周りの人に要求をされているように感じるかもしれません。それも完全であることを要求されているように感じます。つまり、自分に自信がないのに失敗は許されないことと感じるので、失敗に怯え過度な緊張をする人になるということです。だから実力が発揮できません。もちろんこれも認知の歪みです。次は、子供に見捨てられ不安を与える親です。親の離婚で親に捨てられたと感じた。親戚にたらい回しにされて捨てられたと感じた。親はいたけど愛情を全くもらえなかった。などで見捨てられ不安を持つ子供もいますが、もっと馬鹿らしいのは、自分がされた子育てをそのまま子供にして、その結果子供に見捨てられ不安を与える親もいます。例えば、子供を捨てる気などないのに、
迫真の演技で、言うこと聞かないと置いてくよ。そして本当に置いていくふりをする。あるいは、いい子にしていないと鬼に言うよ。とか、そんな悪い子だとお化けに連れて行かれるよ。と、子供に恐怖を与える親も多いです。他にも、子供が、ケンちゃんは買ってもらったのに、と言ったら、だったらケンちゃんちの子になりなさい。このような親に育てられた人は、見捨てられ不安を強くするかもしれません。次は、子供の気持ちが全くわからない親です。心理的に自分一人で生きてきた人や、自己中心的な人や、ナルシシストは人の気持ちが全くわかりません。子供は親にこっちを向いてもらおうと、あの手この手を使って必死に心の中で叫んでいるのに、親は子供の気持ちがわからないので、全く振り向いてくれない。もっとひどくなると、文字通り子供を無視する親もいます。例えば、スマホに夢中で、自分の都合優先で子供は後回しという親もいます。このように、親が子供の気持ちを理解しない、あるいはいつも子供を後回し、これらは子供にしたら無視されているのと同じです。このような親に育てられた人は認知が歪んで、自分は無視されるような価値のない存在と信じ込むかもしれません。そして気持ちを理解してもらえないということは、愛を感じ取れないということです。感じ取れなければ愛されていないのと同じです。だから悪影響はいろいろ出ます。このような親からの悪影響は挙げればキリがないので、これぐらいにしますが、次に、子供は親から学ぶという側面もあります。例えば、親がマイナス思考ばかりしていれば、子供もマイナス思考を学ぶことになります。また、日常で問題が起きた時の対処の仕方なども学びます。例えば、陰で悪口ばっか言って本人には直接言わないなどの親の対処の仕方も子供は学ぶことになります。他にも心配性の親の子は心配性になりやすいし、人見知りの親の子は人見知りになりやすいし、依存心が強い親の子は依存心が強くなりやすいし、人の気持ちがわからない親の子は人の気持ちがわからなくなりやすいです。今は個人レベルの話をしていますが、国レベルでも同じです。最近 SNS などで匿名の誹謗中傷がすごいです。ネットでの匿名性を使って必要以上に攻撃をするという陰湿さです。それを大人たちがしています。これを子供たちは見ているということです。それでいて、学校でのいじめがなくならないって当たり前のような気がします。このままでは子供たちのいじめももっと陰湿に、そして必要以上に攻撃をするひどいいじめへと進化していってしまうのではないでしょうか。親の悪影響を見てきましたが、逆にいつも親から気持ちを汲んでもらえて、自分の存在を重く見てもらえていた人は、自分は価値があるんだと感じられる人になります。自分の存在を重く見てもらえているとは、親の名誉獲得のための道具とか、劣等感を晴らすための道具とか、親が楽するための道具に使われていないということです。逆に大切に扱ってもらったり、
子供が自分自身のために生きる手助けをしてもらえているということです。一見正しそうに聞こえても、夢を持て、勉強しろ、努力しろ、成功しろ、立派になれと言われ続けて育った人より、意志を持て、好きなことをしろ、疲れたら休め、自分自身になれ、誰かの道具にならないように生きるんだよ。他人に気を使うのではなく自分に寄り添うんだよ。と教えてもらえた人の方がはるかに自己肯定感が上がると思います。親からの悪影響をいくつか見てきましたが、人間は真っ白で生まれてくるので、良くも悪くも親からかなりの影響を受けるのは当たり前です。でも自分についての勉強をする前のアダルトチルドレンは、なんで自分がこんなに生きづらいのか、なんで自分は他の人と違うのかが分かっていません。この状態の時は直しようがないし、自己蔑視するしかありません。親から影響を受けているなら、受けているという事情を理解し認めつつ、変える必要があるのなら変えていくという姿勢を持つことが大事です。親からどのような影響を受けたかは人によって違いますが、ある人は心が成長できなかったかもしれません。別のある人は認知が歪んだかもしれません。また別のある人は自己評価が低すぎて生きづらいかもしれません。他にも見捨てられ不安が強くて生きづらい人もいるかもしれません。このような悪影響を受けたのは、親を重要視していたからです。心が未成熟であったり、認知が歪んでいる親もいます。そのような親なら、親の評価など気にしなければいいのですが、小さい子供にはそのようには思えません。小さい子供にとっては、親は神様みたいなものですから、親は絶対的に正しいし、親に拒否されることは全ての人に拒否されることと同じ重さです。そこで嫌われることを恐れ、居場所を作るために親の名誉を獲得する役割を背負う人がいたり、犠牲者の役割を担う人がいたり、世話役に徹する人がいたり、家族と深く接して傷つかないように透明人間のようになり、存在感を消して生きる役割に徹する人もいます。そうするしか生き残れなかったということです。大人になったのであれば、親の意見など、その他大勢の意見の中の一つに過ぎません。ましてや、親が心に問題を抱えている人であるならば、真に受けてはいけない意見です。まず、小さい頃に背負った役割から自分を解放しましょう。そして、親との間で身につけた感じ方を変えていく必要があります。このようなことに気づいて、自分で自分を育て、作り直していくのがアダルト・チルドレンです。どのように作り直していくかは、いろいろな動画で話していますので、ここでは少しだけにします。例えば、自分は愛されない存在と固く信じ込んでいるのは、親が自分と自分にばかり気が回っていて、子供を愛する余裕がなかったからです。自分は誰からも興味を持たれない存在と思い込んでいるのは、親があなたに興味がなかったからです。親は心が未成熟だったとか、認知が歪んでいたと分かったのであれば、親はこういう評価でも、
世間の人は別の評価をすることもわかるはずです。このことをよーく考えてみることはとても大事です。心に問題を抱えていた親と世間の人の評価は違うということをもう少し詳しく説明すると、例えば自己中心的な親は、こうしなさい、こうなりなさいと子供を操作しようとします。そこで親の期待通りになれなかった自分を蔑視している人がいるかもしれません。でも、子供が名誉を獲得してこないと怒る親は、子供が自分の役に立たなかったからです。このような親は子供を褒めませんが、褒めない親は、素直に人を褒められない人ということです。それは、親が心が未成熟だったり、歪んでいるということです。その親の歪んだ声を小さい頃から聞き続けてきたがために、多くのアダルトチルドレンは、自分が自分に超批判的な声をかけていても、それがおかしいと気づいていません。もう一度言いますが、心に問題を抱えている人と世間の人は別の評価をします。自己蔑視をしている人は、内面化された親の声、つまり自分が自分にかける声はおかしいと気づく必要があります。自分は怠け者だ。もっともっと努力するべきだ。自分は能力が足りない。こんな自分じゃろくな人間になれない。全部内面化された親の声です。内面化してしまった親の声を変えるだけでは足りない人もいると思います。例えば、愛されて育っていないので心が成長していないとか、依存心が克服できていないとか、見捨てられ不安が強いとかです。ありのままの自分でも愛される、受け入れてもらえるという安全基地があったら心は成長しているし、依存心も克服できているし、見捨てられ不安もできなかったでしょう。でも、安全基地がなかったのであれば、大人になった今からでも自分で安全基地を作ることを目指して生きていくこともとても大切なことです。では、ポイントを振り返りながらまとめます。子供の人生を奪おうとか、子供の心を壊そうという悪意のある親など、一部の例外以外いません。ただ、自分を守ることに必死で子供を傷つけているのに気づかない。自分が人生に溺れているので子供を浮き輪にしてしまう。心が未成長のために子供を自分の甘えを満たす道具にしてしまう。自己中心的で子供の気持ちを理解しようとしない。心に問題を抱えているので人を愛せないという親は少なからず存在します。このような親のもとで育った人は親から悪影響を受けています。本来家族とは愛情をベースとした味方の集まりです。子供の心が育つには子供の感情欲求を満たしてあげる。子供の気持ちを汲んであげる。共感してあげる。軽視しないで一個の人格を持った存在と認める。関心を持って意見を聞いてあげる。などなどが必要です。でも、心に問題を抱えている親は、子供の心を育てるという視点がありません。このような心のわからない親は、正しいことや厳しいことを教えるのが子育てだと思っている人が多いです。だから子供は、ありのままの自分では愛されることがありません。ありのままの自分では愛されないということは、家族の中に居場所がないということです。
子供なのに、家族の一員なのに、まるで居候の気持ちで生きています。そこで居場所を求めて、親の期待に添える子になろうとします。仮に親が歪んでいても、親の期待に沿おうとします。いや、親が歪んでいればいるほど、親の心が未成熟であればあるほど、子供は愛されないので、渇望している愛を求めて、なおさら親の期待に沿おうとします。だから子供の心も歪んでしまうのです。このような親に育てられたので、今生きづらいという人は、本来の性質ではなくて、そのように教育されてきたということです。だから、今の自分が不本意な自分でも、自己蔑視をする必要はありません。でも、完璧な親などいないのも事実です。だから、アダルト・チルドレンは自分一人ではありません。みんなもそれなりに苦労しながら生きています。その中で治る人は、過去にとどまりすぎません。過去にとどまりすぎて絶望するのではなく、これからの自分に視点を置いて、自分で自分を育てていきましょう。親から悪影響を受けた人は、認知の歪みを直すことや、甘えや依存心を克服して心を成長させていく必要があります。アダルト・チルドレンの認知の歪みという再生リストや、アダルト・チルドレンの直し方、心の育て方編などの動画を参考にしてください。他にもいくつかの関連動画や再生リストを概要欄に貼っておきます。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、機能不全家族の中で身につけた役割を考えてみようということです。機能不全家族の中にいる子供は、ありのままの自分を受け入れてもらえないので、居場所を作るために何かを背負っている人が多いです。例えば、親の名誉を獲得する役割を背負う人がいたり、いい子の役割に徹する人がいたり、犠牲者の役割を担う人がいたり、世話役に徹している人もいたり、透明人間のようになり存在感を消して生きる役割に徹している人もいるかもしれません。自分は家族の中でどういう立ち位置だったのかを考えてみましょう。次になぜそのような立ち位置を固めたのかを考えてみましょう。親からどのような影響を受けてそうなったのかということです。例えば、親の病的に強い依存心から影響を受けたのか、親の自己評価の低さから影響を受けたのか、親の病的な劣等感から影響を受けたのか、親の心の未熟性や認知の歪みから影響を受けたのか、それともその他のことか、などを考えてみましょう。さらに、小さい頃に身につけた役割を今でも続けていないかと考えてみてください。もし続けているのであれば、手放す努力を始めましょう。はい、ここまでにします。最後までご視聴ありがとうございます。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。